Hello world! Welcome to Kai Channel! 皆さんこんにちは、天下海斗です。今日はメタ会ということで、生放送の時に人気があったバーチャル YouTuber について過去の経緯や舞台裏にも触れながらざっくり解説したいと思います。あくまで一個人の推測ですので、間違っている点とかはコメント欄で皆さんで共有していただけると嬉しいです。今日のざっくりトピックは、そもそもバーチャル YouTuber とは何か、バーチャル YouTuber 周辺の歴史、バーチャル YouTuber の舞台裏の3つです。それでは見ていきましょう。でははじめにバーチャル YouTuber とは何かについてお話ししたいと思います。これは言葉の通りバーチャル上の YouTuber ということで、肉体の檻にとらわれず架空の存在となって動画投稿や生放送の活動をしているキャラクターグループの総称です。バーチャル YouTuber という言葉はこの業界に火付け役でもあるキズナアイさんが最初に用いた言葉なのですが、ただ厳密には定義をされていないので、どこからバーチャル YouTuber なのかは一概にはまだ言えません。ここもいずれ整理されていくと思います。では次に、バーチャル YouTuber 周辺の歴史について見てみましょう。このように最初に誕生したバーチャル YouTuber はキズナアイさんだと思われていますが、実は彼女にも先輩方がいます。それがヤマトアミさんとバービーです。彼女らはアメリカでは Virtual Blogger と呼ばれていて、ブロガーとはビデオでブログを行っている人のことを指しています。バーチャルブロガーの第一人者と呼ばれる方がヤマトアミさんで、なんと2011年6月13日に最初の動画を公開しており、すでに6年以上も前からこの業界は存在していたんですね。しかもアミさんは現実世界で車を運転していたりと、その技術力の高さは今でも追随を許していません。もう一人のブロガーバービーは皆さんご存知のバービー人形のキャラクターが話しています。バーチャルブロガーとして最初に投稿したのが2015年6月19日。本格的に商用で作られたキャラクターが生まれたのはここからですね。また周辺技術として日本でもバーチャルのキャラクターで動画投稿や生放送を行うという点では、ニコニコ動画でミメさんが2012年より、音沢愛さんが2014年より MMD ライブチャットというものを行っていました。ミメさんは以前ネコマスさんと共演したこともあり、バーチャル YouTuber として認識されているかもしれませんが、それは違いますのでご注意ください。そしていよいよ2016年12月1日に我らのキズナアイさんがバーチャル YouTuber として最初の動画を投稿しました。そこからはご存知の通り、未来あかりさん、電脳少女シロさんと登場し、2017年11月にネコマスさんがバーチャル YouTuber 初の個人で参戦しました。キズナアイさんのとある動画がニコニコに転載されたことや、また Yahoo ニュースに取り上げられたことで、2017年12月に爆発的に知名度が増え、最近のバーチャル YouTuber ブームへとつながりました。以上がざっくりとしたバーチャル YouTuber とその周辺の歴史についてのお話でした。さて、では皆さんが一番気になっているだろうバーチャル YouTuber の舞台裏についてざっくりお話ししたいと思います。再度、あくまで一個人の推測であることをお伝えしておきます。またここからはかなりめたいので、夢を壊されたくない方はブラウザバックをお勧めします。まず基本的な流れをざっくり説明すると、人の動きをトラッキングする、それを 3D モデルに当てはめる、そして動画を編集するといったものです。この過程で大きく分かれるのが表情と体です。この舞台裏を紹介する上で、今回はこの6人の方で解説したいと思います。キズナアイさん、未来あかりさん、かぐやるなさん、時のそらさん、ネコマスさん、そしてノラキャットさんです。バーチャル YouTuber で唯一全員が共通していることは、Unity というゲームエンジンを使ってモデルを動かしているということです。Unity は本当に偉大なソフトなので、もし今後バーチャル世界に行きたいという方や、ゲームを作ってみたい、サービスを作ってみたいという方は、ぜひぜひ Unity を勉強されるといいと思います。まず体について。人の体の動きをキャプチャーして、それをモデルに当てはめるためには特別な機材が必要です。実は現在のバーチャル YouTuber では大きく3つの血統があります。VR ヘッドセットを用いるもの、パーセプションニューロンを用いるもの、そしてキネクトを用いるものがあります。VR ヘッドセットを活用されている方がネコマスさんや時の空さんです。機材としてはオキュラスやバイブといったものを利用しており、この手に持ったデバイスの動きに合わせてモデルが動くといった感じです。対してパーセプションニューロンはキズナアイさんや未来あかりさん、かぐやるなさんが利用されています。実は僕もこのニューロンの血統を受け継いでるんですよね。ニューロンはスーツみたいに全身で着るものなので、足や指先まで細かくキャプチャーができます。ちなみにニューロンはこの指の事故が頻発します。なのでこの業界にいる人はバーチャル YouTuber の指を見て血統を判断しています。他にも体を動かす方法としてキネクトと Wii リモコンを使っている方もいます。ノラキャットさんがその一派ですね。
この3つが主なバーチャル YouTuber の血統です。次に表情について、これも主に3つの方法があります。1つ目はカメラでの顔認識。キズナアイさんや未来あかりさん、時の空さんはおそらくカメラで顔を同期しています。実は僕も今カメラでやっていたりします。まだ制御できてないですけどね。そして次に後付けの表情。ボタンなどであらかじめキャラクターの表情を割り当てておき、それをリアルタイムで操作するといったものです。おそらくルナさんやノラキャットさんはこの血統かなと思います。そして残るネコマスさんは OVR リップシンクというものを採用しています。これは口ではなく声の音量や発音によって口の形を動かすといったユニティのシステムを使っています。表情についてはこの3つが主流となっています。さて、体と表情について表にまとめるとこんな感じですね。意外と自分が所属しているところが大御所ばかりですごい恐縮なのです。ストロングゼロの人ということで人気絶頂中のかぐやルナさん。なぜ彼女を取り上げたかというと、彼女の制作過程がかなり面白いものになっているのではないかと思ったからですね。動画を見てくださると分かる通り、音声の切れ目があるにもかかわらず、体は継続して動いている。また表情にもパターンがある。このことからかぐやルナさんは実は複数人で構成されているのではないかと思います。最初に声担当の人が声を録音し、次に体を動かす担当の人が声に合わせて体を動かし、そしてそれに合わせて表情を後付けしていく。このように実は複数の方々によってこのかぐやルナさんは構成されているのではないかと勝手に推測しています。アニメの当てることは逆のパターンですよね。声に合わせて映像を作る。アニメと同じように複数人の努力の結晶によって一人のキャラクターが生み出されている。そんな綺麗な一面もかぐやルナさんから垣間見ることができるんじゃないでしょうか。なんでだ。バーチャル YouTuber も始まったばかり、今後もさらなる発展を遂げていく業界ですよね。以上でバーチャル YouTuber についてのメタなお話は終わりです。訂正点やね、新たな情報などコメント欄に書いてくださると皆さんに共有されますのでお願いします。最後に宣伝ですが、僕もバーチャル世界に転生してしまった大学生、天下海人として活動をしています。生放送を中心に活動していて、メタな質問に答えたり、純粋な雑談などをしていますので、ぜひぜひいらしてください。チャンネル登録や Twitter をフォローしていただければ生放送の通知も届きますので、登録よろしくお願いします。以上、大学生バーチャル YouTuber 天下海人でした。ではまた。